こんばんは。今夜も一緒に眠りましょう。目を閉じて、ゆっくり息を吸って、そっと吐きましょう。今夜のお話は、舌切りスズメです。昔、あるところに、優しいおじいさんと、欲深なおばあさんが暮らしていました。おじいさんは毎朝早くから山へ仕事に出かけて、帰ってくると庭に小さなスズメを一羽迎えに来ていました。チュン、チュン。おじいさんはスズメが大好きで、毎日ご飯粒をあげていました。ある日のこと、おじいさんが仕事に出かけた後、スズメが家の中に入ってきて、おばあさんの海苔を食べてしまいました。おばあさんは帰ってきて、それを見てカンカンに怒りました。このスズメめ、私の海苔を食べたな。こうしてやる。おばあさんはスズメを捕まえて、ハサミでその下をチョキンと切って、庭へ追い払ってしまいました。夕方、おじいさんが帰ってくると、いつものスズメがいません。おや、今日はスズメが来ないな。おばあさんに聞くと、うるさいスズメじゃった。舌を切ってやった。おじいさんは顔を曇らせて、それはかわいそうなことをした。次の日からおじいさんは山へ行くたびに、スズメやスズメや、どこへ行ったんじゃと呼びながら歩きました。ある日のこと、山の中でどこからともなく
チュン、チュン。と、声がしました。木の影から、スズメが飛び出してきました。おや、よかった。無事でいたのか。舌はもう治ったかい？スズメは元気よくうなずいて、おじいさんの肩に止まりました。さあ、おじいさん。スズメのお宿へ来てください。おもてなしします。おじいさんはスズメに導かれて、不思議な山の奥へ入っていきました。やがてたくさんのスズメが村へのように集まった。花の咲き誇る美しいところにたどり着きました。スズメたちはおじいさんを心からもてなしました。おいしいごちそう。楽しい踊り。優しい歌。おじいさんは大変喜んで、こんな楽しいところはない。でもおばあさんが待っているから、そろそろ帰らないと。スズメは心よくうなずいて、お土産を2つ持ってきました。大きなつづらと小さなつづらです。おじいさん、どちらか好きな方をどうぞ。おじいさんはしばらく考えて、では小さい方をいただきます。2人で持てるくらいの方がちょうどいい。と、小さなつづらをもらいました。家に帰ってつづらを開けると、中には金銀宝物がいっぱいに詰まっていました。おじいさんは驚いておばあさんに話しました。おばあさんは
目をギラギラさせて、私も行ってくる。大きいつづらがまだあるはず。次の日の朝も早くおばあさんは山へ出かけて行きました。おばあさんはすずめのお宿にたどり着き、すずめに向かって、早く大きいつづらをよこせ、と怒鳴りました。すずめたちは困りましたが、大きなつづらをおばあさんに渡しました。おばあさんは大きなつづらを抱えて、よいしょ、よいしょ、と急いで山を下り始めました。中にはきっと宝物がぎっしりじゃ。早く開けたい。我慢できなくなったおばあさんは、山の中ほどでつづらの蓋を開けてしまいました。すると、中からぞろぞろぞろ、気持ちの悪い虫や蛇や鬼が飛び出してきました。うわー。おばあさんはつづらを投げ捨てて、一山に逃げ帰りました。家に帰っておばあさんはおじいさんに言いました。怖かった。本当に怖かった。おじいさんは静かに言いました。すずめをいじめた罰が当たったんじゃ。もう二度と生き物をいじめてはいかんよ。おばあさんは深くうなずきました。それから二人はおじいさんの宝物を大切に使いながら仲良く幸せに暮らしました。めでたし、めでたし。
お話は終わりです。今夜も優しい夢を見てください。ゆっくり息を吐いておやすみなさい。